世界のジャパンチャンネルへようこそ。フォード、クライスラーとともにアメリカ自動車産業のビッグ3の一角を占めるゼネラルモーターズ。長きにわたり販売台数世界一を独占し続けた巨大カンパニーで、もちろんアジア圏でも販売されています。今回はそんな韓国 GM の労働組合の暴走が話題になっていましたので、海外の反応と合わせてご紹介します。韓国は民主化を大規模な国民参加のデモで勝ち取ったという歴史があるせいか、日本に比べて日常的にデモやストライキが発生します。その中でも話題となっていたのが韓国 GM でのストライキ。韓国 GM はゼネラルモータース子会社の韓国の自動車メーカーで、主にシボレーブランドを使用していますが、2021年まで8年連続で赤字を記録するなど経営不振が続いています。このような危機的な状況に陥る中、2018年には稼働率が 20% 以下に落ち込んでいるクンサン工場の閉鎖を発表。工場閉鎖への反発もあるかもしれませんが、2018年の4月には賃上げを要求する労働組合の組合員が鉄パイプを持って社長室に押し入り、占拠する事態が発生し、GM 本社が各国の役員に安全のため韓国出張を禁止する異例の事態に発展しました。韓国 GM の労働組合は引き続き会社が厳しい状況にもかかわらず、翌年2019年にも 5.7% の賃上げ要求を実施。さらに成果分配金として通常賃金2ヶ月半分に相当する1000万ウォンに加え、激励金として600万ウォンも要求。経営側はこれには当然応じず、結果組合は2ヶ月もストライキを行ったのです。これには GM 本社も困惑し、役員が労働組合に対し、韓国 GM の労働組合がストを継続すれば、韓国で生産する量の一部を他国の工場に移転することができる、と公開警告をする事態とまでになりました。しかし、2019年9月9日から9月11日の3日間、労働組合は国内全工場で全面ストライキに突入しました。全面ストライキは1997年以来22年ぶりのこと。2020年も賃金団体協約交渉で企業側と労働組合が対立し、部分ストライキを実施。これにスティーブ・キーファー、アメリカ GM 上級副社長兼海外事業部門代表は、労働組合のストライキで約1万7000台の自動車生産に支障が生じていて、この週末までには2万台に達する、とし、新型コロナウイルスの感染拡大で年初に失われた6万台まで考慮すると、韓国 GM は2020年に利益を出すことができない、と話し、加えてキーファー副社長は、韓国 GM 労働組合は生産台数を人質にして財政的に打撃を与えているため、今後の韓国 GM への投資を難しくさせる、とし、こうした労働組合の態度は韓国を競争力がない国にしている、と強く批判していました。この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。GM もこれでもういい加減目が覚めたんじゃないか？段階的撤収なんて生優しい言葉よりも期限を切って撤退すると宣言した方がいいと思うよ。韓国で生産していた分をアメリカで生産すればアメリカ大統領も喜ぶだろうね。これから韓国に関わる企業が道連れになって倒産していくけどしょうがないね。韓国に進出するなんて見る目がなかったんだ。韓国人に目先の利益を追うなと言っても無駄だってことがよくわかった。あの国に工場を建てたことが失敗だよ。最善の方策は他国へ移転、あるいは撤退だろうね。会社が儲かっていないのに賃上げ要求ストライキするというのは謎すぎる。激励金って何の激励だよ。頑張って働いてる僕ちゃんたちって思ってるのかな。GM が韓国から完全撤退したらどうなるか普通にわかるはずなのにね。非正規雇用社員だけでなく正社員も路頭に迷うよ。愚かな戦い方をするのではなく
現状維持を望むべきだったね。おそらくストは今後も起こるだろうから、GM 本社はもう完全撤退した方がいいだろう。以上が海外の人々の反応でした。目先のことしか考えていない韓国 GM の労働組合の要求には呆れ返る声が多く見られました。会社が儲かっていないのに自分たちの待遇だけ良くしてもらおうというのは虫のいい話ですよね。しかし韓国ではなぜこのように労働組合が暴走してしまうのでしょうか。その背景には民主主義を実現したのは軍事政権を倒した民主勢力だという考えが未だに韓国に残っていて、それがノ・ムヒョン大統領、ムン・ジェイン大統領時代の教育によってさらに国民に強く植え付けられました。そのため自分たちが声を上げて相手に要求を飲ませることはむしろいいことだと考えられています。もう一つの要因は全国民主労働組合総連盟、略して民主労総という世界的にも有数の好戦的な労働組合として知られる労組が存在しているのです。民主労総は総組合数2032、組合員数69万3662人の韓国最大の労働団体で16団体が加盟しています。主な団体はヒョンデ自動車労組、全国教職員労働組合、ソウル市地下鉄労組、全国建設産業労働組合連盟、全国公共運輸労働組合連盟などで、いずれも過激な団体として知られています。民主労総の過激な要求で有名なのが、ヒョンデ自動車で行われたものです。ヒョンデ自動車でストが行われると、民主労総が支援に駆けつけると言われ、ヒョンデ自動車労組は一時、毎年のように過激なストを長期にわたり決行していました。その結果、長年のストで生産活動が中断し、多額の損失を被るのを恐れ、企業側の譲歩が続き、ヒョンデ自動車の平均年収は製造現場の社員も含め1000万円近くに引き上げられたといいます。さらに、ヒョンデ自動車労組は、同社によるアメリカでの8000億円規模の新規投資と、現地での電気自動車生産方針に反発するなど、企業の経営方針に口を挟む強気の姿勢が見られます。ヒョンデ自動車は、その後3年間はストを自粛していましたが、2021年12月に、ヒョンデ自動車労組が行った支部長選挙で、強硬派のアン・ヒョンホ氏が当選。アン氏は、残業するかどうかに関わらず、無条件に30時間の手当を月給としてもらう。1日8時間の労働を7時間に減らす。現在は年 7.5 ヶ月分のボーナスを8ヶ月分に増やす。などの強気の公約を掲げています。今回ご紹介した韓国 GM やヒョンデ重工の労働組合でも強硬派が当選し、キア自動車の労組でも強硬なヒョンデ自動車と歩調を合わせるなど、物言う労働組合が多くあるのです。こうした状況からも、韓国主要企業の労働者数は18万人減少している上、一方、韓国企業が海外で雇用する労働者は42万人増加していることから、韓国は企業の生産活動にとって魅力のない国になってしまいました。しかし、2022年に発足したユン・ソニョル政権になると、状況は少し変わってきたのです。2022年12月9日、トラック運転手2万5千人で組織し、韓国で最も強硬な組合の一つとされる民主労総公共運輸労組貨物連帯本部、通称貨物連帯は、運送料金に最低料金を設定する安全運賃制の恒久化と運用拡大を求めてストライキを始めました。しかし今回、韓国政府は貨物連帯のストライキに対し、交渉というよりも強硬な対決姿勢で臨んだのです。ハン・ドクス国務総理は、違法な輸送拒否や輸送妨害行為には一切寛容な態度は取らず、あらゆる措置を講じて厳正に対処する、と発言し、ユン大統領は、無期限な輸送拒否を持続すれば、政府が業務開始命令を含む様々な対策を法と原則に従って検討するしかない、と警告し、世論も政府を支持しました。政府は、貨物連帯がストライキを始めた直後から、業務開始命令、警察捜査、公正取引委員会の調査圧迫まで、立て続けに労組側を追い詰めたこともあり、11月24日以来、
16日間続けてきたストライキは終了となりました。これまで韓国で最強の労組として恐れられていたこの団体が政府の圧迫に一方的に屈服する形になったのはおそらく初めてと国内では驚きの声が上がっています。また2023年2月にユン大統領は閣議で国家経済の発展のためと労働組合の改革に取り組む姿勢を強調し、国家がこれ以上労組に譲歩すれば企業や経済はどうなるのか、起業家たちが今韓国政府を見極めようとしている。公正な競争を通じて労組は労組らしく、事業主は事業主らしく、きちんとした市場経済システムを作ることが我々が今年しなければならない最も重要なことだと述べました。さらに任期末までに韓国の発展を妨げるすべての積み重なった弊害を根絶するよう最善の努力を尽くすと強調したのです。労働組合に対して改革を具体的に進めようとするユン・ソンニョル政権。そうなれば韓国社会のご利用し構造は変化し、韓国経済にも大きな影響を与えることでしょう。今後、ユン大統領がどのように韓国の超強力な労働組合と渡り合っていくのか注目が集まりますね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはリリーがお送りいたしました。